はい、カニ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は7月後半のタロットリーディングをさせていただきます。よろしくお願いします。いきますね。前回もたくさんコメントありがとうございました。全部コメント楽しく拝見していますのでありがとうございます。さらにやる気にさせていただいてありがとうございます。はい、じゃあ行きましょう。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。お月さん、スター、カップ5、エンプレス、女性です。カップ7、忍者、バンド4、逆、ソード3、カップエース、オラクルはワンドエースということで、素晴らしくエネルギッシュな感じがします。前回もね、結構感じたの皆さん、もうなんか今力が自分にみなぎってるよねって感じでの感じだったような気がしますが、そうですね、ちょっとまず星の話をさせていただきますが、7月21日が満月になります。この満月に向かってね、今7月6日がどんどんエネルギーが増幅していってるっていう感じなんですけれども、ちょうどこの満月の時っていうのが何か感情的ピークかなって感じがしますね。そしてそこからちょうどいい、切り替え時で戦うのをやめるみたいな感じがあります。自分が何かを無理してことを起こそうみたいな、そういうのをちょっとやめようみたいな感じになるかもしれませんね。そして7月22日から自分の価値っていうものに光を当てていく、そこを肥やしていくっていう流れになります。もちろん7月22日までの間も自分自身に光が当たり、非常にパワフルな新しい自分で生きていくっていうなんかある意味生まれ変わりのようなタイミングなんですけれども、ちょうどなんかちょっと脱皮したみたいな感じかもしれませんね。一皮むけましたっていう感覚で、その次22日からじゃあこの自分をいかに愛していくかとか、この自分の感覚をいかに信じていくかっていう、もうどんどん肥やしていく、自分の感覚や価値っていうものを肥やしていくような感覚の流れになります。でこれは表面的なこととか物質的な社会の中で言うと、お金を稼いでいくとか、自分の感覚がもっと超えてくる、もっと直感が働いてくるとか、感覚が鋭くなるとか、直感が働くもそうですし、自分というものに本当に価値があるのであれば、今の自分はどうしたいだろうか、これはできて当然だみたいな、すごくコアな強いエネルギー、しっかりとしたエネルギーの中でやっていけるということになります。でこれはとっても素晴らしいことなんですね。自分の感覚に価値があるっていう時なので、それを使えばいくらでも好きなものは生み出せる、引き寄せもできる、お金も稼げるっていう感じなんですけども、唯一おそらく揺さぶられるであろうなっていうところが、対人関係の人からどう見られてるかとか、人との関係なんだろうなって感じがします。それを踏まえた上でちょっとカードを見ていきますが、前回何か人から頼られたりとか言い寄られたりとか、自分今患者さんの皆さんが持ってるエネルギーを必要とする人が寄ってくるっていう感じがあるんですけれども、それはまだ引き続きあるみたいです。非常にモテ期というかモテてるのかなっていうぐらい、自分はそんな風にしてるつもりはないんだけれども、普通なんだけれども、他者からはやけに自分のいいところを褒められるとか、自分のいい素材を引っ張り出してくれるみたいな感じがあるので、これね、それだけそんな風に言われるのであれば、ぜひご自身でも自分の好きなものを意識したり、本当に自分が愛しい存在だとしたら、自分は今日どんな風に過ごすだろうかとか、今自分は何を選ぶだろうかということで、自分に優しく愛おしくしてほしいんですね。そうすることでものすごく感覚が豊かになって超えていきます。何かをこれはちょっと言葉では説明しにくいことなんですけども、感覚ってなんかね、説明しにくいじゃないですか。分からなかった感覚が分かるようになるとか、何か深く浸透する感じがあるんですね。なのでそれぜひ自分に優しくいたわってあげてください。そして
最初に言った唯一気になるなっていうのは他者の目を気にしてるのかなっていうところだけなんですけれども、それも明らかに誰かに批判されてるっていうことはないんですね。自分が勝手に気を回しすぎて、他者はこういうふうに受け取ったんじゃないかなとか、どういうふうに思ったんじゃないかなっていうことを気を回しすぎているっていうだけです。でこれもまた悪い面で言うとそうやって気にしすぎるっていうことなんですけど、いいふうに言うとそこまで感じられる感性が育っているっていうふうにも言えるんですね。前だったらスルーしたりとか分からなかったことが他者の背景まで感じちゃうぐらい感覚っていうものが鋭くなって分かるっていう感じなんですね。でこれはね、ぜひその表面的なね不安とかどう思われてるのかなとかっていう雰囲気だけではなく、その奥にあるもっとコアにある本当の愛情だったりとか本当の真実っていうものも感じられる感性が今育ってますから、それをぜひ感じてみてください。真実は何なんだろうかとか、本当のことは何だろうかみたいなねっていうところにたどり着くと、もうその他の諸々の余計なことを感じなくなりますから、そこ突っ切ってくださいね。突っ切って本物を感じるだけの感性を伸ばしてほしいなっていう感じがします。なので、多少ちょっと気にしたとしてもね、意識的にその奥に入るっていう風にしてみてください。とてもいい感覚が磨かれる時です。そして自分のことを信じられれば信じられるほど理想に近づけます。ここでスターというカードが出てますね。もう本来の自分で輝く、そして本来の自分であるべき姿になる、いろんなものを統合していけるって感じがあるので、重要な時ですね。これは重要な時、感覚が育つって実は本当すごく重要で、いろんなことが分かるし、自分のことも分かるし他者のことも分かるし、引き寄せも簡単にできるしっていう感じの時ですね。そしてカードからのメッセージでやっぱりいろんな人の感覚が鋭い時って他者の悲しみだったり怒りだったりっていうそういうネガティブな感情っていうものも感じやすかったり、敏感にその人が相手が持ってる恐れっていうものもこっちが感じてしまって、自分が感じてるかのように感じるかもしれませんが、でもそこに飲まれることもないですし、もし誰かの目を気にしてるとしてもそこまでね悪い感覚じゃないんですよっていう感じ。ただご自身がそれだけものすごく今豊かな感覚の中にいるんだっていう感じで思っておいてください。そしてその感覚にいるっていうのは、例えば映画とか見ててもすごくナイーブになってる時って映画の中で一緒に号泣したりとか楽しんだりとかムカついたりとかっていう感情を体験できると思うんですけど、そんな感じだと思ってください。今起こってること、自分に起こってる感情の上下起伏の激しさっていうのはそんな感じ。その感情があるからこそ、その感覚があるからこそ、さっき言った本当に大事なものを感じられるんだよとか、本当に必要なものが分かる、自分に成長していってるよということで、ぜひね今自分が、与えられている愛情や豊かさ、取り巻いている豊かなエネルギーというものにぜひねアクセスしてください。これはとても豊かな感情です。感情だしエネルギーです。豊かさがあるっていう感じね。そしてその後にここからの流れとして、じゃあ何を得ようかなとか、じゃあ何をしようかなということですごく意気揚々と楽しい未来を思い描き始めるっていう感じがあります。これはいいですね。プラスの方に動いてますね。その感情側の波がすごくたくさんあるけれども悲しい方に行ったり不安の方に行ったりするのではなく、自分の未来の明るい感覚の方に意識を向けていけてます。なのでぜひ楽しんでください。現実的なねエネルギーだけで物事を見るのではなく、豊かさの中で自分の未来を思い描くことによってもっと柔らかいエネルギーで現実を作っていけるっていう感じがするんです。ありますよね、そういうのって。何かをするにはあれをしてこれをしてこれも対策をしてこうしてこうしてこうしたらできるんだっていうカチ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 っていうエネルギーと、なんとなくそうなったらいいなって思いながらゆっくりしてたら突然やってくるみたいなエネルギーの違いっていう感じで、その後者の方を選べるなっていう感じがしたんです。そしてそれでもね、じゃあそのような無双してるような感覚でただ夢を見てるだけなのかっていうとそうではなくって、その本当に夢を見るっていうか想像することによって可能性が広がるっていう感じがするんですね、今は。
なので一旦ちょっと夢を見るのも必要って感じなんです、患者の皆さんは。現実的なことばっかりじゃなくて、でその中でじゃあ具体的にどうしていこうっていうことで、しっかりと夢を見るからこそ具体案が見えてくるっていう感じがあります。ここで忍者のカードが出ていて、非常に自分の足でねしっかりと可能性の方を、選んでいきたいとか、しっかりとやっていく覚悟があるよっていうことでちゃんと収めてるので、変に浮いてないんですよね。でその上で誰かを選んでいくって感じがあります。誰かを選び、その人とすごくいい関係を築いていくことを決意するみたいな感じがありますね。いいですね。これとっても豊かな関係性がある。これ人間関係でもビジネスでもだし、友達でもとても豊かに自分が受け入れられている関係性を楽しんでいるって感じがします。そしてオラクルのねワンドのエースなんですね。私から見るとまだ逆位置ですけれども、自分の情熱に火を灯しながら新しい道を進んでいくっていう感じがします。火の鳥がね飛ぼうとしている。これは情熱のもとに飛んでいくっていうカードですから、まだちょっとためらいとか、ちょっと無理して自分をプッシュして進んでいかなきゃいけないっていう状況かもしれませんが、それでも自分が思い描いた現実や未来に対してそっちで行こうみたいな感じがありますね。それを自分でね選ぶって感じがするんです。その喜びを自分が選択しますみたいな、ここでも出てますけど、これねこれめちゃくちゃいいんですけど、これはなんか運がいいからそうなるっていうだけではなく、もちろん運も味方してます。タイミングもあります。でも自分自身が自分をその状態に持っていってあげれるっていう時なんですね、意識的に。なのでぜひ自分自身を信じて、自分の感覚を肥やして喜びの方を選択してください。不安な方とかリスクももちろんあるとは思いますけど、自分で喜びの方を選択して自分自身を完成させてください。なんかすごい強いな。でそこに至るまでには何のなんか迷いとかなんていうかなそういうためらいがなくそっちを選べるかっていうとそうじゃなくて、やっぱり自分の中ではいろいろ気になることもあるっていうふうには出てるんですね。もしかしたら昔の誰かのことを忘れなきゃいけないとか、その誰かと比べるってこともやめなきゃいけないし、昔傷ついた自分っていうものももう卒業するとかね、なんかいろんな思いはあるとは思いますが、でも自分自身に祝福をあげてくださいって感じです。これは昔の出来事とかそっちの方に意識を引っ張られずに、もう今自分は新しい豊かさを手にしてるわけだから、新しい情熱のもとに生きていくっていうことで喜びの方をね選択し、自分に祝杯をあげてください。こんな感じです。今回この後半ね、それを踏まえた上でちょっと人間関係見てみようかな。人間関係って仕事のこと見てますね。蟹座さんってね、やっぱり7月6日が蟹座で起こる新月だったし、感情的な豊かさをすごく感じられる星座なので、その特質を十分に生かしながら次に行くんだなっていう感じです。なのでこの感情の波の中でダンスをしながらというか、喜びにもう飲まれながら酔いながら新しい自分になっていくんだなって感じ。お仕事ね、仕事もねいい変化がありそうですね。タワーにペンタクルスのクイーンにペンタクルスのキングということで、これだけ何かねチャンスがあるってことは、お仕事でも人に恵まれたりとか新しい人が入ってきたりとか、そういうのありそうなんですね。でもその新しいエネルギー入ってくる前には何かを壊さなきゃいけないとか、何かを終えなきゃいけないということがありそうなので、もしですけどもうこれは違うなって思ったら何かを手放すとか、もし仕事でも何かトラブルがもしあったとしたら、そのトラブルを介して自分は何を得てるんだろうみたいな感じで思ってくださいね。今も例えばですけど、金銭的なことも結構クローズアップしてる時なので、お仕事に対して自分がお金を出さなければいけないとか作らなければいけないっていう状況もあるかもしれません。なんか大事な部品とか設備が故障した、それを直さなきゃいけないとかですね。でもそれ直すことによってものすごく効率上がったねっていうことになりそうということなんです。なので一時的に出すお金はいいとして、それが将来的な豊かさにつながるよという形です。
これはとてもいいブドウがたくさんなってる次のステータスに行くよみたいなカードもありますし、自分がちゃんと守っていけるものもある。ただその前にちゃんと古いものは壊しましょうみたいなね、もう一掃しましょうみたいなエネルギーもあるということです。ただ人間関係っていうか、仕事を通しての関係性は悪くないんですよね。だから誰かが入ってくる、もしくは誰かと出会う、新しい顧客があるとか、スタッフが入るとか、そういうのもあるかもしれませんし、お一人でされてる方も何か今までのやり方を変えて新しいステージに行くっていう感じがします。ちょっと人間関係見てみますね。ペンテコス4、ワンドの3、お月さん、またお月さん出ましたね。自分が大事にしたいものは守れますよっていうことなので、もしかしたらその他者と関わっていくっていうことに対して他者の要求を飲まなければいけないんじゃないかって思うかもしれないんですけど、今ものすごく自分の感覚が強くなっている時なので、自分を優先してください。自分の大事にしたいものをちゃんと表明してください、相手にね。そしたら相手も分かってくれるっていう感じ。言わずして分かってもらうのは難しいけど、ちゃんとこういう理由で私はこれを大事にしたいんだっていうふうに伝えることによってそれは守られますよっていうのもあります。そして何かね、やっぱり関係性においてはね、とても豊かなものがあるんですね。この人と一緒にやっていきたいみたいな、この人と一緒に関わっていきたい、これからもこれからの先もみたいな、ちょっと未来につながる人みたいな感覚があるんです。でそれだけの期待を持っていながら、この関係は続くんだろうかみたいな、そういう不安もあるんだなっていう感じで、このまま続いていったら何かが起こるのかなみたいな、そういう不安もあるんだなって感じですけど、不安があればあるほどその人が大事ってことですよね。要するにいいんじゃないでしょうか、それの感覚でで不安がないからいいわけじゃないし、不安とかこれからどうなるのかなっていう思いがあるからこそお互いに調整してうまくやっていけるわけですから、ご自身が何を大事にしたいのかっていう、その大事にしたいものを大事にしながら一緒に関わっていって喜びを味わえるのであれば、その関係を大事にしていってほしいなって思います。他者からのね、やっぱりね、批判がまたないんですよ。全然ないんです。ただご自身の中であれこれ思いを引っ張り出してきて、どうかなああかなって思ってるっていう感じなんですね。自分の中で消化できてない過去の痛みっていうものを今の目の前の人になぞらえて、もしそれがそうなったらどうしようって言ってるけど、それは別物ですって感じで、過去のものは過去のものっていう形で消化してほしいなと思います。新しい関係性っていうものをね、ちゃんと自分で許可して受け入れてほしいなっていうふうに思います。もし今そういう方がいらっしゃるのであれば、パートナーシップがいらっしゃるのであれば、とってもいい歩みをしていけるんだなって思いますよ。その人に対してなぜか後ろめたい感じが若干ありますが、それはそれ過去のことっていうことで、今の目の前の喜びをしっかりと掴んでいってほしいなと思いますし、いや今まだそんなパートナーいませんよという方はですね、ぜひ今自分がいかに豊かかっていうことを思い出して出会いを求めていってくださいね。その時にやはり楽しい感覚っていうものをぜひ思い出してください。すごく辛くて寂しくて誰かみたいな感じじゃなくてね、なんかこれからどんないい人と出会えるんだろうみたいな、その未来を思い描くみたいな、その感覚でいくといい人と出会えそうな気がします。そんな感じかな。はい、ちょっと最後にもう一枚引いてみますね。アニサさん、豊かですね。なんだかね、感情的にね。決してビジネスも悪くないし、やっぱり人間関係いいとなんか満たされますよね。セブンチャクラというカードが出ました。このカードを見てまた何か感じることがあれば、ご自身もね、自分の今直感働く時ですから、何かしらメッセージを受け取って、どんなメッセージを受け取ったのかまたコメントで教えていただけると嬉しいです。いいね。なんか私が感じたのは、全てが整ってるっていうわけではなくて、一つうまくいったら次の扉が開く、そしてまたその扉を開いたら次の扉も開くみたいな感じで、ちゃんとねつながっていきますよと。なので全てが今安心っていう形じゃなくても、
一つ目の前のことを豊かさを感じきる、喜ぶ、そしたらまた次の扉っていうふうにどんどん進んでいくよって感じがしました。はい、ということでここまでにしておきます。何かしら良かったよとか分かりましたって方はぜひコメントやいいねボタンで教えていただけると嬉しいです。もちろんチャンネル登録がまだの方はチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。ではまた次回7月末ぐらいに次の動画をアップしたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。